はい、皆さんこんにちは。マミリーランドのマミです。今日はこれオーストラリアに来てちょうど10年の日にあげようと思って、録画してます。今日3月18日はちょうど私がオーストラリアに来て丸10年。2015年の3月18日にアデレードの地に降り立った記念日でもあるので、10周年オーストラリアで10年っていう記念の日に少し動画を撮っていきたいと思います。一つは、タイトルにもある通り、なんと YouTube の登録者が1000人を超えました。いや本当に長かったんですけど、ちょっとねコツコツと地道に動画を上げてきて無事1000人に先月ですね達成することができました。8ヶ月ぐらいかかって、よく YouTube のやり方とか見てたら、1000人達成するので大体半年から1年ぐらいかかるのが普通ということで、普通のペースだったんだと思うんですけれども、大変でしたね。何回か挫折しかけたりもう無理かなと思ったりもしたんですけど、無事に達成することができました。でそれとあともう一つこの10周年の記念にですね一つ皆さんに50歳手前、もう私あと2週間ぐらいで50歳の誕生日を迎えるんですけれども、50手前49歳のアラフィフに起きた奇跡を皆さんに報告していきたいと思います。それではどうぞ。はい、それではまず一つ目、YouTube 登録者が1000人を無事に超えました。いや本当に嬉しくって、まずはこれ一つの目標ですよね。1000人超えるって。で結構普通にね YouTube とか見てたりしたら、もうなんか皆さんミリオンとかその1億人登録者が1億人とか10万人とか、もうその1万人とか普通にいる方の動画ね見ますけど、だから1000人ってそんな大したことないじゃんって思うかもしれないんですけど、やってる側からしたら1000人ってすごいことなんですよ。でまずは1000人の壁を超えました。初めて YouTube に投稿したのが去年2024年の6月15日が初めてのビデオで、そっから一応頑張って週1であげようと思ってたんですけども、私もフルタイムで働いてますし、なかなか時間がなかったりとかして、で最初の頃のビデオも本当になんか編集もねなかなかうまくいかなかったり、手探りでやってる状態で効果音がねすごく大きく載せたりとかして不愉快な思いをさせてしまったりとかもしたんですけれども、そういうコメントもいただいて本当に申し訳ないなと思いながら試行錯誤で私もやってきました。で少しずつコメントもいただけるようになったりで、あとは最初はね犬と猫だけの動画にしようかなと思ってたんですよ。あとはちょっと自分の生活も入れたりとかしようかなと思ってたんですけれども、やっぱりクリスにある時言われたんですよね。やっぱり君がオーストラリアでどういう生活してどういう経緯でこういうところにいるのかとかって、なんかみんなは結構そういう人柄を知りたいんじゃないのかな、やっぱ君のことを知りたいんじゃないのかなっていうふうに言われてて、で最初の頃クリスばっかりが映ってて、でなんかこれマミリーランドじゃなくてクリリーランドみたいになってないって言われて君が喋った方がいいんじゃないっていうアドバイスをもらいました。でそれで初めて挙げたのがなぜオーストラリアに来たのか、なぜアデレードを選んだのかっていう初めて私がカメラの前でこうやって喋った動画なんですけど、それがじわじわいろんな人に見つけてもらって、でそれが今は3万5千人ぐらいの方がもう見てくれてて、今私の中の一番トップのビデオなんですけれども、動画なんですけれども、それですごく見つけていただいたのが
きっかけで少しずつ登録者の方も増えていったりっていう経緯がありました。こうやって時々喋りながら、でも犬たちの生活とかも私もこういうふうにここでね築き上げてきた私の生活っていうのをそのままお伝えできたらなと思って犬や猫の動画も引き続きやってます。どっかね出かけたりとかオーストラリアらしいことをしたりとかっていう生活の動画も上げつつ、こうやって時々喋ったりする動画も上げつつでここまでやってきました。今改めて思うと、私そんなにやろうと思って来たわけじゃないんですけど、なんか自分のモットーがあったんだろうなと思って、でそれを振り返って考えたら、やっぱりやらないで後悔するよりやって後悔するっていう生き方をしてきたんだなって最近思います。で YouTube も実はかれこれもう2年ぐらい前からなんかクリスにこんなんどう思う、なんかやってみようかな、なんかやってもそんなん対して誰も見ないかなとかって言いながら、ちょっと何回か言ってはやめて言ってはやめてっていうのを繰り返してたんですね。でもやっぱりふとした瞬間にはやっぱりなんかちょっとやってみたいなって、やっぱ犬たちがすごい可愛かったり可愛い仕草とかがあったり、なんかこういう出かけたりしたの撮ったら面白いんじゃないかなとかって思ったりしてて、でクリスがもうそんなに言うんやったらやったらって言われても、やってあかんかったらあかんかったでいいやんって言って、その方が諦めつくんでしょって言って、でそうやなと思って、もうある日突然決めました。やっぱりやるって言って、でその日に2人でパソコンを買いに行って、もうパソコン古かったのでとても動画編集ができるようなパソコンじゃなかったので、で一応その MacBook のちょっと今最新のやつを買いに行って、であとはもう試行錯誤しながらどんなんがいいんだろうって言いながら下調べをして、ちょっと練習で動画作ったりとかしながら始めたのが去年の、6月15日ですね。初めての動画アップしたのが2024年の6月15日で今に至りました。1000人ね超えて、今もずっとめちゃくちゃ伸びてるわけじゃないし、本当地道に私はやってる方なので、それでも楽しんで見てるよって毎回楽しみに見させていただいてますとか優しいコメントとかで、私の動画でちょっと勇気づけられましたっていうコメントもたくさんいただいたりとかしたので、それもすっごく励みになりました。なのでこれからもできる限り私の経験とか人生の経験とかあとはペットたち、オーストラリアの生活、オーストラリアあるあるとか、こういう生活をねしてるよっていうところをどんどん発信していきたいと思いますので、また楽しみにしていただけたらと思います。とりあえず1000人登録していただいた皆様に本当感謝で、ここの場で改めてお礼させていただきたいと思います。本当にありがとうございます。でこれからも引き続きよろしくお願いします。はい、でそれでは今日2つ目の皆様にお伝えしたいことですけれども、もうすぐ50歳になる私です。アラフィフっていうアラフィフ女のっていう題名で、YouTube 始めさせていただいて、始めたのが49の時、アラフィフですよね。でもうすぐその40代の人生がもうすぐ終わろうとしてます。でもうすぐ50の大台に乗っていくわけですけれども、40代ギリギリ最後の最後50になる手前で、なんと私に、奇跡が舞い降りました。ダダン、実はですね、婚約したんですというご報告なんです。ちょっと前の動画で今年はいろんなことが動く50歳でいろんなことが動く年になるのでまたお知らせしますねって言ってた時にはこれは起こってなかったので、これはまた別
なんですけれども、予想外に起こった出来事だったんです。その動画を上げてから。先月ですね、2月に、クリスと出会って4年目の記念日があったんですね。その初めて出会った日を記念日としてて、で毎年その日にはご飯食べに行ったりしてたんですけど、今年もしました。でその日は本当はドッキリをしようと思ってて、ドッキリ動画を撮ろうと思ってて、でクリスは本当に男の人あるあるで記念日とかそういうのあんまり覚えてないんですね。覚えない方なので、絶対今年も忘れてるだろうなと思ったので、全然その日まで言わないでおこうと思って、でその日の夕方仕事終わって帰ってきた時に、さて今日は何の日でしょうっていう動画を撮ろうかなと思ってたんですけど、意外と覚えてて、で2日ぐらい前にそれが金曜日だったんですね。だからこの週末どうするの、お祝いするんでしょ、どこ行くのみたいな感じで、覚えてたんかいってなって、その、ドッキリ動画はなしになりました。で、ご飯を食べに行って、夜食べに行きました、記念日で。でその時も何にもなくって、で私ももう本当に記念日だったし、あまりその動画撮ったりもしなくていいかなと思って全然撮ってなかったので、写真しかないんですけど、こんな感じでご飯を食べに行きました。で、特に何もなく帰ってきて、でクリスはその日はね、2人ともちょっと忙しくって、でクリスも忙しくて、2人ともご飯食べる前にちょっと用事があったので、用事も済ましてご飯行ってってなったので、クリスその日はお花もくれず花束ないんかいとかっていう話をしたぐらい、特になかったんですよ。で私結構ちょっと酔っ払ってて、でもう寝ようかなっていう時にクリスに結婚してくれますかっていうことを言われました。で半分覚えで本当に言ってたから、いや冗談かなと思ってて、で本気な本当に言ってるのみたいな感じで、そしたらなんかごそごそとベッドサイドテーブルからなんか探してるから、指輪買ってたんとかって、本当にちょっとそれは正気に変えるぐらいちょっとびっくりしてそしたらなんか紙破ってる音が聞こえて、そしたらなんかおもちゃのキャンディーの指輪だったんですよ。その時くれたのがちょっと今これしかないけどみたいな感じで、なんかそれを買ってもしなんかいつか言う時用に用意してたみたいで、それでおもちゃの指輪でプロポーズされました。で指輪は自分で決めた方がいいだろうっていうことで、後日買いに行って、でこれを決めて、これがやっと手元に届いたのでやっと報告ができるっていう形になります。もうプロポーズされてから1ヶ月以上経ってるんですけれども、この指輪が来るまで動画を撮るのはやめようと思ってました。でトイリングの指輪がこちらの写真です。でも結構みんな評判よくって、やることかわいいなみたいな感じで言われることの方が多くって、意外と好評でした。みんなに伝えた時には。で本当にちょっとここから49、その50手前に今改めて思うことですね。自分がこういう立場になって、でやっぱり自分が誰かと結婚するなんてもう思ってもなかったんですよね。結婚できるとも。本当に思春期の時から
多分知ってる方はもう知ってますけども、体にやけどの傷があったりとかも私ももう隠しませんけど、こうやって発信してるし隠す必要もないかなと思ってるし、で辛い思いもいっぱいしてきて傷ついてきたし、恋愛には本当臆病だったし、で結婚適齢期に結婚していく友達を何人も見送ってきました。で私もそれなりに夢があって早くに結婚して若いお母さんになりたかったっていう夢は持ってましたけど、なんかなんていうのかな、ずっと思ってました。どうやってみんなそうやって結婚したいって思うような人と出会えるんだろうとか、なんで私はその出会いがないのかなってすごい考え込んだ時期もあったし、みんな友達が適齢期で結婚してで子供を作って幸せな家庭を築いていくっていうのをずっと見てて、嬉しいですよ、友達がね結婚していくの。だけどやっぱりどうしても羨ましくもなるじゃないですか。でそれがどんどん続いてくるとやっぱりちょっとやっぱりやさぐれてくるんですよね。でなんで私にはそういう人生が送れないんだろう。でもやっぱりその傷のこともあるから恋愛に積極的にもなれないし、傷つきたくないし、傷つかないんだったら始めない方がいいしって、なんかそういう人生をずっと若い時は送ってきてて、どうして私にはそういう経験ができないんだろうってすごくやさぐれた時期がありました。で本当正直言って辛かったし、で30で看護師になって、やっぱ手に職を持つとちょっと考え方も変わるもので、こうやって私仕事があれば生きていけるって思い出したのが30代で、もう仕事に生きようで、それがきっと私には合ってると思って、で看護師の仕事も楽しくなってきたし、でやっぱそれなりにお給料ももらえるし、一人で生きていけるなって思ったんですね。でもう恋愛いいやって。でもそしたら今度看護師としても一番最初の私の動画でねお話ししたように行き詰まって、地震がねあって、その津波のボランティアに行った後から私の人生が思ってたようにはいかなくなって、で看護師としてのキャリアも見失ってっていう時にっていうことがありました。でもう完全にどうしていいか分からなくなって、でその時期そんな暗い本当になんか一人だし、結婚もしてないし子供もいないし、看護師としてもなんかちょっと目標がなくなったしって、本当になんか自分でもどうしようもないところまで落ちて、で今があるんですけどね。で人生変えたくって40の時にオーストラリアに来て、それでもずっともまずは自分の目標を達成するっていうことが先だったので、地道に勉強して自分で看護師の資格も取って、こっちで永住権も取って、でそれはどうしても自分の力でしたかったです。でそれも達成した。でその自分の家も建てるって決めた時もずっと一人だったし、
やっぱり一人で生きていくために犬と猫を飼ってでこの自分のねちゃんと動物との家族を作ってここで一人で生きていこうと思ってました。まあ誰かがもしねできたらいいなと思ってたけど、別にその積極的に何かをしたわけでもないししたわけじゃなかったんですけど、お友達とかそのご飯食べに行ったりとかそういう人は欲しいなと思ってて、でこっちの日本人のね友達と一緒にオンラインデートですよね、いわゆる出会い系アプリっていうのに登録したりとかして何人かの方とはお会いしたりしましたけど、結局その誰とも恋愛発展にもならずで、一番最初にちょっと長く何回か会ってでちょっとデートしてっていう感じの人はいたんですけど、その方とは全くうまくいかず、結構傷ついて終わってっていうことがあって、でもやっぱりコリコリだなって、私はやっぱ合わないのかなとかって思って、でもやっぱりこっちはみんな割とね家族重視、家族で生活するっていう文化がすごくあるので、やっぱ家族っていいなって思ったりもしながら、過ごしてきました。で4年前でそのクリスと出会って、で本当に彼と出会った時に今までなんか誰にも感じなかったなんか安心感を最初から感じて、居心地よさを感じて、この人いいなって思って、すごく最初から心地よい気持ちで一緒にいることができた人でした。初めて、多分人生で初めてかな。そのなんか緊張するっていうよりも安心感の方がもう最初から勝ってて、本当に居心地が良かった。で4年間山あり谷ありでしたけど、一緒にやってきて、で49、もう50、もう私はもう誰とも結婚もできないしって思ってた私が49ですいませんちょっと初めて人からプロポーズをされ、婚約をするっていう奇跡が舞い降りました。本当に今でもまだ信じられなくって、ちゃんとこんな私を必要としてくれる人がいたなっていうのと、なんか諦めずに来てよかったなって思いました。で待った甲斐があったなって思えるほど本当に素敵な人と出会えて、日本の家族もみんなクリスのこと好きだし、でクリスの家族も私のことすごく好きって言ってくれるし、もう本当にここでちゃんと自分の家族を作れたなと思って、でそれが本当に50手前のギリギリでまた私に奇跡がね起きたなと思ってます。母がずっと小さい頃から言われてたことがあって、人生は神様は平等にそれぞれの人に平等に人生を与えてる。だから私は人生の前半苦しくって傷も負ったし、人よりも手術いっぱいして病院生活もたくさんして痛い思いもして、でもちろん、中学生の時にはいじめにもあったし、心のねないこと言われたりもして傷ついてきたけど、40になってオーストラリアに来て自分らしさを見つけて、解放されました。自分らしく生きるってこんなになんかいいこと、素晴らしいことだなっていうことを本当にオーストラリアに来て私は学んで、こんなに素敵な人と出会って、私の今まで生きてきた人生
を含めての今の私を好きと言ってくれる、外見ではなくって、外見だけではなくって、その傷ついてきたからある今の私の考え方とか、人に対する接し方とか、そういうところが好きって言ってくれる人なので、本当に人生諦めなくてよかったなって思いました。でちょっとね、振り返りたくなったのと、本当に待った甲斐があったって思えるほどの人生初めての、感動のねプロポーズを受け入れたので、ここでちょっとご報告したいなと思いました。人生本当に何が起こるかわからないなって思いました。だから昔の私のそのやさぐれてた時の自分に今なら言ってあげれる、大丈夫、ちゃんと私のことちゃんと見てくれる人と出会えるよって、ちょっと時間はかかるけどそうやってちゃんと幸せを手に取ることができるよっていうのを言ってあげたいし、もし今そうやってすごく落ち込んでたり出口がなかったりとかっていうする人がもしこの動画を見てくださってるんだったら、やさぐれてもいいと思うんですよ。やさぐれる時期やっぱり必要だと思うんですね。それが糧になるしバネになるし、でそれがあったらまたその幸せになった時に倍幸せだと思うし、だから諦めないでほしいなって思います。きっといつか突破口があるはずだし、きっかけがどっかであるはずだし、そのきっかけを見逃さなければきっと人生はいつからでも変えられるんじゃないかなって私は本当に思いました。だから頑張って自分なりに頑張って生きていくことって無駄にはならないかなと私は思います。ちょっと感傷的になりすぎましたけどそういうのもちょっとここで伝えたいなと思います。でこの指輪もですね、この指輪の話になりますけれども、プロポーズされて、で何回か見に行ったんですよ。でもなんかもう一つこれっていうの決められなくって、でなんとなくこういう丸いねデザインのがいいなと思ってたんですけど、でちょうどその、プロポーズされて2週間後に母が遊びに来るっていうところだったので、もうどうせだったら母も一緒に行って一緒に決めたら母も絶対嬉しいだろうなと思って、ね、そういうこんだけ離れて住んでるのにそういう時に来れるってすごいねいいチャンスだと思ったので、母が来るまで待って、で母と一緒に指輪を選びに行きました。前回上げた動画で30階のビルで予約がありましたっていうところがあるんですけど、それがこの指輪を選びに行ってたところです。そこからサイズとかも全部直してもらわなきゃいけなかったので、その日にはもらえなかったんですけど、母はもうこういうデザインのものが来るっていうのが分かってたので、そこから2週間ちょっとかなかかって私用に作ってもらったものが届いたのが一昨日ですね。その時撮りに行った動画をちょっとだけ撮ったので、それをまたご覧ください。This lovely bag. We've got this earring in the box.
We've got your diamond certificate here as well. This little tag is if you don't like it, but so keep that handy. Yep. But I'll let you do the big reveal there. Is you allowed to? Yeah. It's super stunning. What? Can you do? I can. Yeah. Amazing. Oh my gosh. It's nice. Beautiful. I think so. We do have complimentary resizing, 2 sizes up or 2 sizes down within the first 30 days. So if you do take it home and your finger starts to go cold or swell up, then you may know a bit more how the ring sits on your finger. You can get it on and off, okay? So, Yeah. yeah. That's the main start. Yeah, I think okay. Beautiful. Was this, did you design it together, you came in, or did you have a surprise element? No. Nah, you wanted to get something very I know loved. what's coming. She got a lolly ring to start with. Amazing. A ring pop. Yeah. Yes, he proposed me in a toy ring. Perfect. Oh, lovely. So You you like it? have it though. I make the extra paint. Yes. Yay. So is that a secret or? No. She was there for the first payment, so Yeah. You never know. You're like, just turn away for a second, even though you know it. I'll just pop this receipt in here so you won't lose it. yep. Now you need to put that on insurance. Yes.はい。ってな感じで、無事指輪をもらうことができました。まだまだね、これから50歳こんなことが起こります、またアップデートしますって言った中にこの一つは入ってなかったので、また今年はね本当に忙しいんです。いろんなことが起こって、でそのいろんなことが起こる中にちょっとさすがに結婚式までは組み込めないので、結婚式はまだいつになるかわからないんですけど、もう本当にね小さな家族と本当に仲のいい友達だけを呼んでの小さい結婚式にしようねっていうふうに話してます。でだからそういうのもまたおいおい結婚式の準備段階とかに入っていったらそういうのもまたね動画にして作っていきたいなと。もしオーストラリアと日本とね多分違うし、私も日本でしたことがないかわからないけど、オーストラリアではこういう風にしていくとかっていうのがまた皆様に伝えられたらいいし、あと今年の12月に日本帰るんですよ。年末年始とクリスマスと。でクリスと帰る年末年始初めてなんですけど、でその時にフォトセッションだけでも和装でね、写真だけでも綺麗に撮りたいなと思ってて、でそういうのも今母がね中心になって日本での写真撮影を計画しているので、またそういうのも動画で上げていきたいと思います。すいません、もう勝手な私の報告ばっかりになってしまいましたが、これからもマミリーランド地道にね続けていきたいと思いますので、どうぞ皆さん興味ある方はまた引き続き見ていってください。何でもリクエストとかいただいたらそれに希望にするように頑張りたいとも思うし、いろんなことにねチャレンジもしていきたいと思うので、もし何かこういうのが見たいとかあったらぜひ教えてください。それではまた次回の動画で。バイバイ。